いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、地合いの正体についてです。さっきまでは入れ食いだったのに、急に全く反応がなくなった。そんな経験はありませんか？それは、ただ運が悪かったのではありません。アジの行動、生態、海の条件、そして人間の対応が絡み合った結果なのです。今回はアジングにおける地合いのメカニズムを科学的に紐解き、釣れる5分間に何をすべきか、そしてその一瞬をどう生かすかを徹底解説します。本日の結論です。アジングの地合いは確かに短いが、その背景には潮流、光量、捕食本能、周囲の地形や環境など複数の複雑な要因が関係しています。釣れる5分は偶然ではなく、自然のリズムとアジの生態が一致した狙うべき瞬間であり、決して感覚的なものではありません。この時間を最大限に生かすためには、事前の準備、釣り場での観察、地合いに入った時の即応の3つが最重要ポイントです。本日の目次です。地合いとは何か？なぜ地合いは短いか？潮と地合いの関係、光と地合いの関係、アジの習性と群れの移動、地合いに集中するための準備とは、地合い中の行動とキャスト戦略、地合いが終わった後の対応、それでは順に見ていきましょう。地合いとは何か？地合いとは、魚の活性が一時的に非常に高まり、短時間で多くのバイトが得られる時間帯のことを言います。アジングにおいては、潮流、気圧、気温、水温、太陽光の角度など様々な要素が重なり合ってアジの捕食スイッチが入る瞬間が訪れます。その持続時間は非常に短く、5分から15分程度が一般的。釣果の8割がこの時間帯に集中することもあるため、いかにこのタイミングを逃さないかが勝敗を分けます。なぜ地合いは短いのか？アジは回遊魚であり、常に広い範囲を群れで移動しています。同じ場所に長時間とどまることはなく、食い気のある時間帯も限られます。さらに警戒心も強く、1匹がルアーで釣られると、その周囲の群れが警戒して散ることもあります。また、風や波、潮の変化によっても活性が急変するため、一つの釣り竿における爆釣タイムは一瞬にして終わってしまうのです。潮と地合いの関係。潮の動きは魚の活性に直結します。潮止まり、満潮や干潮の前後では海中の流れが弱まり、餌となるプランクトンや小魚の動きが鈍くなるため、アジの捕食行動も停滞します。一方、上げ潮や下げ潮が動き出すタイミング、いわゆる潮の走り始めの時間は、海中の栄養素がかき混ぜられ、餌が動き始めるので、アジの活性が一気に上昇。これが地合いの引き金になることが多いのです。光と地合いの関係。アジは視力に優れ、光の変化に敏感に反応します。朝間詰め、夜明け直前や夕間詰め、日没直後は明暗のコントラストが生まれ、小魚のシルエットが浮き上がるため、アジの捕食本能が刺激されます。また、夜釣りでは常夜灯の明かりが重要なポイントに。光に集まるプランクトンやベイトに誘われてアジが集まるため、光源周辺は絶好のポイントになりますが、光と影の境目でのルアー操作が釣果を分ける鍵となります。アジの習性と群れの移動。アジは単独行動をとることはほとんどなく、常に群れで行動します。そのため、一度群れが通過すると、しばらく釣れない時間が続きます。また、群れは水中の地形や潮の流れに沿って動くため、一定のパターンがあるように見えても、日によって変わることもあります。地合いが短いのは単に群れがいない時間というより、群れが去ったからなのです。群れの通り道を予測することで、短い地合いを長く感じる釣りが可能になります。地合いに集中するための準備とは？地合いを無駄にしないためには、事前の準備が極めて重要です。ルアーのローテーション順、カラーチェンジの基準、使用ジグヘッドの重さ、水深ごとのリトリーブ速度など、
自分なりのパターンを用意しておきましょう。また、仕掛けが絡んだりトラブルが起きたりしないように、ラインメンテナンスやノットのチェックは事前に済ませておくべきです。5分の地合をフルに使うためには10分以上の準備が必要なのです。地合中の行動とキャスト戦略。地合中はとにかく手返しを意識しましょう。迷ったり考え込んでいる暇はありません。当たりが集中するポイントがあるなら、そこへピンポイントでキャストを繰り返すべきです。ルアーチェンジも事前に並べておけば10秒以内で済むようにしておくのが理想です。連発を狙うなら着水からカウント、レンジ、アクションまでを一定に保つことが群れの活性を持続させるコツになります。地合が終わった後の対応。地合が終わったと感じたとき、すぐに帰るのはもったいないこともあります。アジは一時的に沈んでいるだけ、あるいはレンジを変えているだけということも多く、ワームを小さくしたり、スローな誘いをかけたりすることで、居残り組を拾えることがあります。釣れなくなったからといって慌てず、レンジ、スピード、カラーローテを順に試していく粘りがもう1尾を引き寄せる力になります。アジの地合物語、5分の奇跡と55分の静寂。僕はアジ、岸から200メートル沖、水深10メートルの中層を仲間たちと漂っている。今日は風もなく海は穏やかだ。波も静かで太陽が少しずつ昇り始めていた。そろそろだな。仲間の一匹がつぶやく。何がそろそろなのか、僕たちにははっきり分かっている。地合の時間だ。僕らは暗い時間はあまり動かない。エネルギーを節約して群れの動きに身を委ねる。でも光が差し込んでくると不思議と体が軽くなる。水面近くへと自然に浮かび始めるのだ。下から見ると光が波のカーテンを揺らしながらキラキラと届いてくる。その瞬間だった。いた。群れの一匹が前方に動く小魚を見つけた。それを皮切りに僕らは一気に捕食モードに入る。右だ。そっちに2匹逃げた。水中は一気に騒がしくなる。群れ全体がまるで一つの生き物のように一斉に動き出す。小魚、エビ、小さな虫。目の前にある動くものはすべて餌。でもそんな中に時々変なやつが混ざっている。形は似てる。色もいい。だけど動きがどこか不自然なんだ。それが釣り人のルアーってやつだ。うわ、今のは危なかった。またあの銀色のやつだ。気をつけろよ。そう言っている間にも何匹かの仲間がふっと姿を消した。そう、それが釣られるということ。一度仲間が釣られると僕らは一気に警戒する。あんなに賑やかだった群れがあっという間に沈黙するのだ。さっきまでの騒ぎが嘘のようにみんな沈んでいく。ゆっくりと静かに深場へ。海の上ではきっと釣り人がもう釣れなくなったなとつぶやいている頃だろう。でもそれは不思議でも何でもない。僕たちアジにとってもあれは危険だと感じたから移動しただけのこと。あの5分は僕たちの生きる時間の中でも特別な瞬間なんだ。アジングにおける地合は自然の条件と魚の行動がシンクロする貴重なタイミングです。この一瞬を逃さずに超過を上げるためには、事前の読み、集中力、状況対応力が求められます。潮、光、群れの動き、地形、気配、それらを読み解く力を磨くことこそが上達の近道です。5分の爆釣を制する者がアジングを制する、そう言っても過言ではありません。いかがだったでしょうか。今回は釣れる5分、釣れない55分の正体をテーマにアジングの地合を徹底分析していました。これを機に自信を持ってその一瞬を狙えるようになれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。